おもちゃのリサイクルショップトイプラネット伊勢崎店さんに来ました。ウルトラマンコーナーです。これちょっと珍しい。これセット販売だったやつだよね。ゼロのルナミラクルゼロだっけな。なんか3体セットのやつだった気がします。はい。今年に入って初めて行ってきました。群馬県の伊勢崎にっていうところにねあるリサイクルショップになってます。はい。めっちゃね埼玉県寄りではあるんですけどね、群馬県の中でも。アンギラス珍しくない？ガメラだ。このガメラかっこいいね。このアンギラスはまあまあ見る気がするんだけど、奥のアンギラスはまあまあ珍しいな感じはする。僕もねこれは持ってたんだけど、だから僕が持ってるぐらいだからそこまでではないのかな。でこのモスラも懐かしのモスラだね。僕がちっちゃい時のモスラ。ゴジラ、モスラ、キングギドラの時のやつだっけな。確か僕もよく遊んでた記憶ありますね。あとクリアバージョン、クリアレッドバージョンみたいなやつもあったよね。相変わらずなぜかゼットンがめっちゃいるんだよな。奥にはレッドキングも結構いますね。でエレキング、剣デマーガだっけ、バニラとかね、タイラント、目が塗られてるタイラントまだいましたね。年末行った時もいたよね。でも年末よりだいぶね商品が増えてましたね。やっぱ年末みんな大掃除で持ってくる人多いじゃん。ウルトラマンガイア、最近ガイアさ、ここに来てなんか新しい初めてのフォームがさソフビ化されましたよね。ちょっと説明欄にリンク貼っときます。見てください。結構かっこいいから。ウルトラマンだ。普通に手が空いてるタイプのウルトラマンですね。開いてるタイプの。割とねこういうね最近のソフビたちもいましたね。最近出た500シリーズの怪獣たちみたいな。ジャン9かな。800サイズはちょっと珍しい気がする。今回ほんとぎゅうぎゅうだったんだよな。ビッグサイズのメビウスとコスモスもいるし、ほらトリガーとか最近のも多かったですね。やっぱ本当に、断捨離じゃないけど大掃除で売った人が多いんだろうな。この T が謎なんだよね。ライブサインの跡はあるのにこんな塗装してあるってどういうこと？ちょっと分からなかった、詳細が。これもライブサインの跡があるやつね。ライブサインがついてる80は珍しいんだけどね。アストラだ。800サイズと500サイズがいっぱいあるって感じ。そう、アストラもねライブサイン付きのが珍しいんだよね。すぐ廃盤になっちゃったやつで一時すごい値上がってたんですよ。この子ね、口がガバーって開く。今回やらなかったけどこれすぐ傷んじゃうんだよ。ほらもっとガバーって開くんだけど結構根元から取れちゃってるやつとか多いんですよね。今回のは状態すごい良かった。でこのロッソなんだけど、ウルトラマンロッソクリアバージョンでなんかアパレルっぽいなと思ったんだけど、アパレルのおまけだったっぽいんだけど違うかな、ごめんわかんないっす。でも限定系ですよね、クリアだから。クリア系はだいたい限定と思っていいと思う。バッド星人、かっこよくなったバッド星人ですね。ウルトラマンサーガの時のかなだよね確か。メビウス、そうゼロもいるね。Z、何これ。普通のウルトラマンライブサインですけど、逆に珍しいね。普通のウルトラマンっていうのもね逆にね。なんだっけ、カオスなんとかってやつだよね。そうコスモスの頃のやつかな。出来がすごくいいというね。僕ねウルトラマンの中ではね一番 X がねビジュアルはかっこいいと思いますね。ウルトラマンナイスもライブサインついてるバージョンは珍しいっていうね。ノアもいたね。で Z でこれも Z、 レジェンドZ、
なんか300円ぐらいってなんか安いと思うんだよな、普通に。状態良かったし、みんな。タイタスとかもいるし、古いやつもあったね。で、ゾフィーとか。あ、これでもセット販売のゼロなんだよな。さっきのルナミラクルゼロとかとセット販売だったやつのゼロだと思います。あれつけてるやつね。なんだっけ。名前忘れちゃったけど、プロテクターね。プロテクターって言っちゃうと他のプロテクターもゼロ修行中につけてるからちょっと違うんだけど。ガラモン、このガラモンなんかね塗装がすごい良かったんだよな。そう、同じ怪獣ソフビでも時期によって塗装が全然違うバージョンとかあるから、そうそう難しいんですよね。このゴムラは塗装がすごいかっこよかった。このちょっと暗めの塗装というか濃い系の塗装、このゴムラはかっこいいと思います。口開けてるバージョンのゴムラがちょっとレアなんだけどね、なかなかないんだよ。これかっこいいね。ビッグサイズソフビのシリーズでかっこいいな。ウルトラマン X。 このサーガのおもちゃおすすめで、光るなるのやつだよね。当時出てた箱入りで売ってて、確か大悟が写真載ってたやつだと思うんだよな、パッケージに。すごいおすすめなおもちゃですね。かっこいい。これね、ビッグサイズソフビね、いいよね。ウルトラマンは。ガイアだ。ガイア V2 かな。これウルトラマングッズになるのかな。グレンファイヤーとかね。カプセル100円。こっちもウルトラカプセル100円って書いてある。この下の方のコーナーは多分っていうか、これ全部1個100円のコーナーかな。でもこれ値段がついてるのは別だけどね。ゼアス。そう、袋に入ってる系もなんかあって、ちょっと古い系かな。なんかレトロ感あるよね。そんなこの辺はレトロじゃないんだけど、このウルトラの父だけレアだったんだよ。レアっていうかレトロだったんだよな。本当のレトロみたいな。ほら、明らかに古いんだよ。でも足裏になんか足型とかなくて、でもここにつぶらやプロって入ってるウルトラの父で1000円だったんですけど、これちょっとレトロかなと思って。ジャパン製って書いてあっても、なんかメイドインジャパンだからってそんなに需要があるソフビばっかではないので、最近ね、日本製って書いてあるだけでちょっとね、値上がっちゃうんだけどね。そこはね、なんか高いからレアってわけではないんですけどね。これ最近の装備。このゴムラ塗装さっきのゴムラと違うんですよ。もちろんね、型としては一緒なんだけど、塗装がさ、見てもらえばわかるんだけど、全然違くて、ほら、薄いでしょ、こっちは。違うんですよ。そう、時期によって塗装が違うから、なんか実物見て気に入ったやつ買った方がいいと思います。こっちにもまたゴムラいるしね。ボガールだっけな。メビウスの時ちょっと怖かったやつで、超なんか食べちゃうみたいな、怪獣食べちゃうみたいな。このゴムラはね、500シリーズのちっちゃい方ですね。こっち武器系。これタイガの武器かな。キングソード。ジードかな。ロイヤルメガマスターの武器。出た、トリガーの変身アイテムじゃん。珍しいね。安かったし。こっちも同じなんだけど、こっちはちゃんとね、付属品もついてるよって。付属品ってなんていうの？キーアイテムがついてるってやつね。ティガのスパークレンス。ジードクロー。僕結構好きなんだけど、結構安いんだよね、中古だと。500円ぐらいで買えちゃうんだよ。箱なしだったらね。トレインヒーローもなんか紛れ込んでるけど。ここら辺はガイアかな。
でこれがね大怪獣ラッシュの時のやつみたいですね。ガッツってことはティガーでもダイナの可能性もあるんだよな、スーパーガッツで。これ謎なんだけど2001年で裏に書いてあったから、だけどティガダイナガイアっぽくないからネオスかなと思ったんだけど違うかな。ネオスってさティガと同じ時期だっけ、コスモスだっけ、どっちだっけ。だからそこら辺の時期だよね、ネオスも。ティガぐらいだっけな。なんかそう微妙にあるんだよね、そういう。おベリアロクさんじゃん。ベリアロクさん意外と中古であんま見かけないんだよな。あっても結構高い時が多い。なんかバッジとか全部ついてんじゃん。すごい珍しい。こっちはめっちゃ顔あるこれもあれかな、ジオだっけ、なんだっけ、X の時のおもちゃですよね。武器か。これはジードの。ジードクローいっぱいある。ジードクローはキーアイテムと連動しないからね、当時から安売りされてましたよね。こっち左側に行くとね、スーパー戦隊シリーズのコーナーになるんですけど、こっちはこっちでまた別動画でやってますので、はい、めっちゃお宝ハントしてます。でこのショーケースに今回ねびっくりなんだけど、ウルトラマンめっちゃなんかマスク売ってたとか、こういうちょっとね出来がいい本当の初代ウルトラマンみたいなやつとか入荷してましたね。でこのねなんか大人向けのウルトラマンの結構高額なシリーズとかもあって、ちょっと珍しいなと思った。でこっちちょっと仮面ライダーコーナーなんですけど、こっちもねまた別動画の方でお宝ハントいっぱいしてますので、そっちも、引き続きご覧ください。でベビーカーとかもあって、ぬいぐるみコーナーだ。ロッツォじゃん、ロッツォ。トイストーリーの最後、言っていいんかな、いいか、最後まで悪いやつだったロッツォ。安い500円。実は最近違法キャッチャーで取ったんだよなもっとお金かかったよ。でちいかわじゃん。ちいかわのぬいぐるみってねまだ今ね結構価格高いんです。ほら1500円とかするじゃん。そうだからちいかわ安く見つけたらラッキーかな、今だったらね。この謎の宇宙人安い500円。結構500円以下とかで買えると大きいぬいぐるみが安く感じるかな。ペンペンじゃん。これあれでしょ、エヴァンゲリオンのでしょ。ペンペンって結構レアっていうか、なんか中古相場が高いぬいぐるみ多いんですよね。だから800円でこのサイズのペンペンって多分安いと思います。かなり。恐竜時代だ。よく見るんだよな。囲碁キャッチャーに入ってるとついつい取りたくなっちゃうやつね。ハンギョドン。なんかね形が謎のハンギョドンだったんだよね。なんかあたしんちのお母さんみたいに見えてきた。最近あたしんちよく見てるから。 YouTube で公式配信されてるんですよね。あたしんちチャンネルがあって、公式のねちゃんと。プーさんとかね、最近のプーさん。トム。最近トムとジェリーのいろんなフィギュア出てますよね。一番くじみたいなのもあったもんね。くじね、一番くじが分かんないけど、ハッピーくじかもしれないけど。ポパイじゃん。これすごいもちもちだった。ウーパールーパーかな。カラメルって書いてある。生き物系のぬいぐるみもね一定の需要あるみたいですからね。欲しい人は欲しいらしくて、フリマとかでも結構そういうぬいぐるみが、生き物ぬいぐるみが売れることも多いらしいですよ。今のドラゴンクエストの大の大冒険かな。でこういうコストコの大きいぬいぐるみね、おなじみの結構買う人いますよね。これ群馬ちゃんの大きいぬいぐるみ。地域性が出てますね。伊勢崎市は群馬県なんで、群馬県伊勢崎市なんでね、群馬県のゆるキャラ群馬ちゃん。この大きいぬいぐるみの後ろにも結構いて、僕気になったのこれプッチョじゃねと思ったんだけど、やっぱプッチョだったんだよね。タグほらプッチョ安いやっぱ500円ぐらいで大きいぬいぐるみ買えちゃうっていいよね。
UFO キャッチャーで撮るよりはいいかなっていう、絶対ね。僕とか上手くないから。上手くなりたいけどね。ジェシー、トイストーリー、大きいやつ。こういうね、寝そべりぬいぐるみも一時めっちゃ出たんだけど、中には結構レアなやつとかもあって、このリゼロのとかはどうなんだろうね。リゼロも結構ね、結構なんだろうな。価値高いというか、そういうやつ多いですよね。まあそうじゃないのもあるけどね。そしてこっちの方にもぬいぐるみコーナーが続いてまして、これとかね、マインクラフトだね。マインクラフトぬいぐるみも500円で売ってますということで。最近の新次元の映画のしんちゃんじゃん。服装がそれだね。いいな。ちょっと欲しくなる。で、下の方に行くとね、こっちミニーちゃんとかディズニー系多いね。結構ディズニーストアのやつとかもあったりして。これとかそうだろうね。太ってるミニーちゃん。これシンバだっけ？シンバじゃないかも。ごめん、わかんない。シンバじゃないわ。誰だ？まあいいや。これあれじゃん。セバスチャンじゃん。リトル・マーメイドだっけのセバスチャンだよね。これね、UFO キャッチャーの景品なのに結構ずっしり重くて、クオリティ高くて、値段も安かったから欲しかったんだよな、これ。車に置きたいなと思ったけど、そう。可愛かったですね。おっきいミッキー。クリスマス限定みたいな。ちしゃ猫だ。この子なんだっけ？ディズニーなんだけど。ハムだ。ハットかぶってるハム。ハットハム。これは？これ誰だわからなかった。マリオだ。マリオも500円ぐらいってなんか安く感じますね。トイストーリーのこの子もね、UFO キャッチャーで取れなかったんだよ。こういうね、横に転がす系の UFO キャッチャーだったんだけど、このペンギンの子ってコロコロしてる。丸いじゃん。アームがね、滑っちゃってね、全然取れなかったんだよ。結局取れなかったもん。トリクシーとかは取れたんだけど、最近ね。この子謎だったんだよね。何の子か後で調べとこうと思って忘れてたわ。これね、カプコンのね、キャラクターらしくて、ライオンのキャラクターなんですよね。のぬいぐるみ。初めて見たキャラだったから、そうそう。後で動画で言えるように調べとこうと思って忘れちゃってたわ。この猫の被り物系とかね。デデデ大王だ。違うよ。デデデ大王じゃないよ。キングボンビー。デデデ大王はあっちだよ。カービィだ。で、レックス。キングボンビーね。桃鉄ね。ミッキー。ミッキー。さっきの子いた。トイストーリーの。安っ。300円で買えちゃうんかい。しかも、ディズニーリゾートのやつだったし、これ。ディズニーリゾートだから、ディズニーランドかシーカで売ってたやつだから、定価販売のやつ、プライズじゃなくて。だからできんですよ。バーコードついてるね。なんだろう、これ。アフラックみたいなやつかな。スパイダーマン。これね、びっくりしたんだけど、スパイダーマンじゃん。ブラックパンサーなんだけど、ブラックパンサーだと思ったら、よく見たら、TY、タイのこのシリーズのブラックパンサーだったんだよね。目めっちゃキラキラで。わー、いいなと思って、これ。これはいいね。コーペンちゃんいるね。コーペンちゃんもすごい流行ったからね。今も人気あると思うけどね。マインクラフト。これとか多分あれだと思う。9時の景品だけど BT21 とかだと思うんだよな。今 BT21 アイテムは安い。
安いね、とにかく。この子なんだっけ、この水色の。なんか違和感あるんだよな。さあ、そして反対側に来るとね、福トイっていうか、まあ、福掛けで売ってるミニトイか。しんちゃんとか、白だ。スクイーズ。夜のずく。色違いが欲しくなるポケモンナンバーワンの夜のずく。サトシが持ってたからね。で、ここね、1個税込み198円で結構高いと思うじゃん。でもね、時折ね、半額セールやるから、2個で198円になったりするから、100円以下になったりするんで、そのタイミング狙うといいと思います。本当に欲しいのがあったらいいんだけどね。これね、ちょっといいんだよな。買おうかなと思っちゃったんだけど、ベイマックスの指人形だよ。可愛くない？ちょっと汚れがあったんだけど、でも100円だったら買ってたけど、どうすっかなと思ってね、ちょっと今回買わなかったんですけど。悩んじゃったな。ベイマックスの指人形ってすごい珍しいよね。メガネの板かきじゃん。僕がメガネ買ってるのもここなんだよな。今かけてるメガネとか。なんでキーホルダーなんかあったんだっていうね。で、他にもね、服掛けでめっちゃ売ってますね。この辺のオレンジ系みんな値段一緒なのかな。はい。ということで今回の動画は以上になります。まだね、他にもいっぱい動画撮ってあるんで、よかったらご覧ください。チャンネル登録、コメント、評価ボタンもお願いします。それではまた、バイバーイ。